皆さんごきげんよう、上川かーるです。今回取り上げる話題は、岸田総理が今回大きな動きを見せました。それは、自民党の派閥解消の大方針を示し、岸田派、二階派、そして安倍派、3つの派閥が解消することとなりました。これまで自民党の派閥はそれぞれが利益集団として力を発揮してきました。ある程度人数的な塊があれば総裁選に出るときに票読みができ、それをもとにして自分たちの中から、もしくは自分たちの賛同できるような人物を自民党総裁、そして首相に持ち上げることができました。そして自分たちの派閥の人数が多いことを時の総理に示すことによって自分たちの派閥から何人の大臣が出るかなといった具合にして、ある程度の政権への影響力というものも確保していたわけです。そして岸田首相はこれら派閥にある程度均等な人事を行い、大臣ポストを割り当てることによって自分の政権を国民の支持率が低い中でも保ってきました。そうした意味では岸田首相は自民党派閥という存在にとっては擁護者だったと見られていた人物です。ところが今回、政治パーティーの裏金作り問題で国民からの不信感が最高潮に達している中、派閥解消の動きを示し、政治不信を少しでも晴らそうと動き出しています。ただ、国民からの不信感が高い理由というのは、直接的に言えば派閥があるからではなくて、派閥を元にして裏金作りやどつ黒いお金の動きを隠していたのではないかといった政治家たちに対する不信感であり、派閥がなくなったからといって、じゃあそれで政治家個人の犯罪などがもみ消されたかといえばそうではありません。国葬はこの件に関して結局のところ会計責任者は逮捕することができるけど、大物議員たちは裏金作りをしていた直接的な指示や命令といったものを出していた証拠がないからといった形で逮捕するには至っていません。そうした意味では特捜の力は大物議員たちを逮捕することはできなかったので非常に残念なことです。しかし、こうした会計責任者たちが、じゃあ自分の意思だけをもってして裏金作りをしていたかといえば、当然のようにそうではないでしょう。なぜならば、裏金を作った上で秘書が横領していたというのであれば、その人個人の問題だということはわかるのですが、裏金を作った上で秘書がそのお金に一切手を触れず、政治家が裏金を何かに使っていたというのであれば、やはりそのお金は政治家が望んでいた犯罪行為だったはずです。しかし、罪に問えないというのであれば、やはりこの構図そのものがおかしく、連座制といったものを適用できるような法律改正といったものを行うべきです。岸田首相は今回派閥解消といった点に出たわけですが、じゃあそれをもってして今回の件が一件落着ではなく、ここから先何をするかが本当に問われるところです。お金の流れを透明化するというのであれば、今、個人事業者を中心としてインボイス制度の導入に伴って、本当に小さいお金から全てを透明化しなければならないと規制が強化されています。一方で政治家の方であれば、ずさんなお金の流れでも全く犯罪として捕まらないなんていうのは不公平極まりないもので、しかも今回の一件をもって大物議員たちは会計責任者が立件されるまでとどまったんだから、もう裏金作りを何でしていたのか、そしてそのお金を何に使っていたのか、一切説明する責任はないかのように振る舞っています。こういった大物議員たちの行為はまさに言語道断と呼ぶべきもので、特捜の方もなんでそこまで手が及ばないのかと不満ばかりが積もります。そして一般的な報道ではなかなか取り上げられない改善すべき点が今回の政治パーティーでも問題になっていました。それはネット上では自民党の政治パーティーにおいて外国人参加者が非常に多いことが言われていたのです。特に特定の国中国です。現在外国人による寄付についてはそもそも禁止されています。これは外国勢力の影響が日本の政治に直接的に及ぶのを除外するためです。ところが政治パーティーにおいてはパーティー券を外国人が買うことは規制されていないので、中国人たちが大量に購入して何かしらの影響力を及ばしていたのではないかと考える、そういった疑惑もあるのです。それと取り組むべき問題として企業献金の廃止もまた取り組むべき話です。外国人からの影響力を排除しましょうと同時に、日本国内からも特定の企業団体などからの影響力をより政治に及ばさないようにすることが大事です。日本国全体のことを考えた場合にどうすべきかという話を考えるときに、どうしても特定団体が自分たちの利益だけを確保しようとしてお金を山積みにして
政治家に自分たちの意見を聞かせるといった光景は、やはり日本全体のためにはなりません。時に日本のためといった行動はどうしても特定の産業にとっては自分たちの既得権益を侵される行為であり、お金を積んででも政治家を懐柔しようとします。そのようなことができないようにする仕組み作りといったものが大事なのです。今回、岸田首相が派閥解消の動きに乗り出したのは、少なくともこれまでの自民党の中における派閥が政権への影響力を保持する組織として機能していた。これを解消すること、それ自体は悪いことではありません。これまでの派閥は、それぞれの人数が多いことによって、政権に対して影響力を及ぼし、大臣ポストを要求することなどに役立ってきました。しかしこれは派閥の側から見て役立つという話であって、国民の目から見れば派閥の存在が役に立ったとはとても思えません。例えば、大臣にはなったけれども専門知識は一切なく、官僚の用意したペーパーを読むしか能のない大臣といったものは、これまで何人も登場してきました。そのようなことが発生するのがまさに派閥から推薦された人物が大臣ポストに就くという悪い伝統です。当選回数が何回まで来たから、そろそろ論功行賞的に大臣ポストをあてがいましょうなんていう話は、国民の目から見れば、なんでそんな無能極まりない人物を大臣ポストに置くんだという当然の批判を招くこととなります。派閥があればそのような派閥を気遣った人事といったものを行わざるを得ず、派閥が存在することそれ自体が国民にとっての利益へとつながってはいないわけです。今回の派閥解消に伴って、じゃあ今後派閥が生まれないかといえばそうではないでしょう。きっと形を変え、看板を変え、議員たちは今とは違う形でいずれ群れを作るはずです。そして派閥が解散することによって派閥解消を言い出した岸田首相を恨むような人物だっているはずです。ですからそのような人物たちが岸田政権打倒に動くかもしれません。岸田首相がもしも自分の権力を維持しようと考えるのであれば、そうした自分に恨みを持つような人物たちからの恨みをもっと買ってでもいいから政治家のお金の流れを透明化することに全力を尽くしてほしいものです。結局のところ政権が持つかどうかは国民の支持率と、そして選挙に勝つかどうかです。今いる議員たちにとって不利なものであったとしても、少なくとも国民の目から評価できるような政治改革を行うことができるとするならば、そちらの方が自分の政権や自分の総理としての任期を伸ばすことになります。一般的に国民の意見に簡単に迎合するのは悪いと言われるわけですが、今のような政治改革を求める国民の声を無視する方がよほど悪い政治を行うことであり、こんな時こそ人の意見を聞く政治というものを実現してほしいものです。岸田首相が派閥解消の流れを作りました。現在のところ岸田派、二階派、安倍派が派閥解消の表明を行っています。麻生派と茂木派が今後どう動くかについては分かりませんが、少なくとも岸田首相としては政治改革を行うようなポーズは取ったわけです。実際にこれが政治改革につながるかどうかはよく見ておく必要があるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。岸田総理が政治改革に乗り出すというのであれば、どこまでするかが今後の注目点。現在のところ派閥解消の動きは出ましたが、これだけでは全くの不十分です。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンでクリックと、今回の動きについて皆さんはどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。